白内障手術を受け、単焦点眼内レンズを入れてから、およそ4ヶ月経ちました。目の調子も落ち着き、だいぶ慣れてきたため、見え方をまとめようと思います。手術前、眼内レンズの見え方について自分なりに調べていましたが、最後まで気がかりなことが2つありました。1つ目は、遥か遠くにあるものは焦点が合わず、もう見えなくなるのかということでした。焦点を遠方数メートルに合わせたとしても、もっと遥か遠くに見える山の輪郭や、見渡す限りの田んぼなどは、どうなるのだろうと思っていました。もう一つは、車の運転のために焦点を5メートル程度に合わせた場合、車内のメーターが見えるのかということでした。結論から言うと、山も田んぼも見えます。メーターはおおむね見えます。なぜそうなのか、頭の整理もついてきました。見え方一般をお伝えした後、具体的な生活シーンでの見え方をお伝えします。イメージしやすくするため、眼内レンズについて軽くお伝えします。目にもともと備わっている水晶体は、状況に応じて伸び縮みします。この伸縮により、近くにも遠くにも焦点が合います。しかし、水晶体は、加齢などにより、だんだん白く濁っていきます。現在の治療では、濁りを薬で散らしたりはできません。濁った水晶体を取り除き、人工のレンズ、眼内レンズを入れることになります。眼内レンズは様々な製品が出回っていますが、どのレンズでも今のところ、それ自体が伸び縮みすることはありません。自在に伸び縮みする水晶体の場合、視力を例えば 0.8 程度に合わせると、近くも遠くも 0.8 程度見えます。人工の眼内レンズの場合、焦点の合う距離は 1.0 かそれ以上、焦点の合わない距離は徐々に見えにくくなっていきます。見ようとするものまでの距離が重要になります。眼内レンズは大きく分けて単焦点レンズと多焦点レンズがあります。単焦点レンズはその名の通り焦点が一つです。手術で目に入れる前にどの距離で一番よく見えるようにするか設定します。その設定した距離は焦点が合いよく見えますが、そこから外れるとだんだんぼやけます。この意味では虫眼鏡のようなイメージです。通っている眼科の先生は究極の老眼と表現されていました。焦点が複数ある多焦点レンズもあります。レンズが特殊な形状をしており、複数の距離で焦点が合います。これにより、レンズが伸び縮みしなくても、複数の距離で焦点を合わせることができます。しかし、このレンズも良いことばかりではありません。よく考えた結果、私は単焦点レンズを入れました。普段、近くを見ることが多いため、近方合わせにしています。私が右目に入れたレンズは、正確には、ジョンソン&ジョンソンの
テクニスアイハンスという少し特殊なレンズです。病院では、手前にアシストがあると教わりました。多焦点レンズのようによく見える距離が複数あるのかと想像していましたが、実際に目に入れてみたところ、明らかにアシストがあると実感するほどではありません。焦点は一つだけ、コントラスト低下もなく、分類上は単焦点レンズです。この動画では単焦点レンズとしてお話しします。単焦点レンズは、焦点を一つしか設定できませんが、一生その焦点で固定というわけではありません。メガネやコンタクトレンズで焦点をずらすことができます。私は右目に近方合わせの単焦点レンズを入れました。つまり、裸眼では近くがよく見えます。加えて、術後にメガネを2本買いました。1本は90センチあたりに焦点が来るメガネです。もともとは80センチあたりに合わせようと思って買ったのですが、少しうまくいかず90センチあたりがよく見えています。また、中近両用レンズにしており、普通のメガネより歪みが大きいです。やや癖のあるメガネなのですが、主な焦点は中間です。もう一本は遠方合わせ用のメガネです。数メートル先がよく見えます。運転用です。前置きが長くなりましたが、単焦点レンズの見え方を見ていきます。見えると言っても様々な要素が絡み、一言で表現しにくいため、いくつか図を作ってみました。この図は、手術前に抱いていたイメージを表現しています。縦線の上に数字が書かれた部分は、自分の目からの距離。その下のグラデーションのあるバーは、見え方を示します。グラデーションが明るいほど、はっきりくっきりと見え、暗いほどぼやけて見えにくいことを表しています。この図は、本やパソコンのある40センチあたりがよく見え、街の景色や遠くの山はほとんど見えないことを示します。縦線は等間隔に引いています。手術前、見えやすさは等間隔に変化していくものと思っていました。眼内レンズの焦点を手元に合わせると、そこから遠くなるほど見えなくなっていき、数十キロ先の山の輪郭なんてどう頑張っても見えない。そんなイメージでした。設定した焦点から離れるほど見えにくくなるのはそうなのですが、実際の見え方はこうです。50センチや30センチなど、いわゆる近くは見えやすさの変化が細かいように感じます。50センチ離れた場所にあるものがくっきり見えるからといって、30センチにあるものも同じ見え方とは限りません。しかし、離れるほどに見えやすさの変化がおおらかになっていきます。1メートルから2メートルあたりはほとんど同じに見えます。2、3メートルも離れると、そこから先、はるか遠くまで同じ見え方です。私の右目は今35から55センチが最もよく見えます。そこから離れるほどだんだんぼやけていくのですが、2、3メートル離れたところでも段差や車線、信号など事故に遭わない程度には見えています。
体感では視力 0.4 くらいです。そして、2、3メートルから先は、ずっと同じ見え方です。もともと備わっている水晶体の場合、メガネなどで視力を 0.4 に合わせると、近くも遠くも 0.4 しか見えません。しかし、眼内レンズの場合、遠くが 0.4 しか出ていなくても、近くは 1.0 以上、よく見えます。結果、メガネをかけなくても、普段の生活をする分には困っていません。次に、中間合わせです。焦点が向こうに移動し、見えやすさも一つずつスライドしていきます。2、3メートル先も 0.6 か 0.7 くらいでしょうか。車の運転ができるかが法律上微妙なだけで、特に違和感なく見えます。代わりに、近郊合わせではよく見えていた手元は、50センチあたりでも結構ぼやけます。少し私事ですが、中間合わせ用のメガネは、実質のパソコンモニターの位置に合わせて作りました。2メートル程度離れたテレビは問題なく見えるのですが、肝心のパソコンモニターは、焦点は合っているはずなのになんとなくぼやけます。どうも、目とモニターの距離がやや遠いことで、単純に文字が小さくて、見えにくくなっているようです。見えるという感覚は、焦点距離だけでは説明できないように思いました。これを説明するためには、どのくらいの距離にある、どのくらいの大きさのものを、どのくらいの精度で見ようとしているのか、を考えることが必要だと思います。段差や信号など、大きく読み取る必要もないものは、それと分かれば良い程度ですし、駅の電光掲示板やリモコンのボタンなど、単語や数字を見るだけのものは、ややぼやけても、とりあえず読めれば大丈夫です。しかし、本や新聞など小さい文字をスラスラ読もうとすると、その小さい文字がはっきり、くっきり見えている必要があります。私の買った中間合わせ相当のメガネの場合、パソコンモニターに映った小さい文字をスラスラ読むのはやや難しいです。近郊合わせの見え方の図についても、何を見ようとしているかを書き足すと、このような感じです。手元はさすがによく見えます。小さい文字でもスラスラ読めます。しかし、焦点から少し離れると、ややぼやけます。だいたい見えれば良い程度であれば、術前に想像していたよりも見える範囲は広いですが、小さい文字でもはっきりくっきり見ようとすると、その小さい文字はどのあたりにあるのか、焦点を慎重に合わせる必要があるように感じます。中間用のメガネでは、運転ができるか法律上微妙なため、遠方合わせ用のメガネも買いました。2、3メートルから向こうに焦点が合うため、ある程度遠くにあるものは、すべてはっきり見えます。10メートルでも50メートルでも同じようによく見えますので、見えると実感できる範囲は一番広いです。運転だけでなく、
景色を見ながら散歩したい時などは、このメガネをかけています。ただ、手元の文字の見え方については期待できません。看板や標識など、大きめの文字を識別するくらいはできますが、細かい文字を読むのは厳しいです。単焦点レンズを選ぶと、焦点距離をどこに合わせても、これはよく見えるけど、あれはぼやける。を繰り返すことになります。その解決策の一つに多焦点レンズがあります。その名の通り、焦点が複数あるレンズです。現在、様々な会社から様々な製品が発表されており、また、病院によって取り扱っている製品が異なります。私が手術を受けた病院では、3焦点レンズのパン・オプチクスが主に扱われていました。この図は3焦点レンズを入れた時のイメージです。手術前は3つでなんとかなるものだろうかと思っていたのですが、単焦点レンズを入れた今では考え方が少し変わりました。遠方は2、3メートル以降はずっと同じ見え方ですし、中間、近方にも焦点があり、それぞれの間も 0.7 程度見えているのであれば、結局、すべての距離がほぼ見えているんじゃないか、という気もします。ただ、多焦点レンズには、いくつか癖があるそうです。その一つが、どの距離においても、見えるもののコントラストが甘くなることで、人によっては、すべての距離がぼやけていると感じるそうです。術前に病院で見せていただいたサンプル写真では、全体的に霞がかかっているような見え方でした。このぼやけは、レンズの特殊な構造に起因しており、今のところメガネ等で後から矯正することはできません。また、ハロー、グレアといって、夜中に街灯やヘッドライトが滲んだり眩しく見えたり、緑内障や網膜症など、白内障以外の眼疾患が生じた場合に都合が悪い、といったデメリットもあるそうです。自分の目に入れたわけではないため、詳しい説明は控えます。多焦点レンズにも2焦点や5焦点など様々あり、その中の一つに、EDOF と呼ばれるレンズがあります。このレンズは多焦点でありながら、コントラストの低下が少ないと言われています。ただ、パン・オプチクスのような3焦点レンズと異なり、得意な距離が決まっており、しかも、それが遠方ということでした。単焦点レンズの遠方合わせより、はっきり見える範囲は広いものの、近方はやや苦手、というイメージでしょうか。個人的な事情ですが、私は、左目は、まだ白内障が発症しておらず、その左目には近視があります。多焦点にするなら、これかな、と悩んだレンズだったのですが、右目にEDOFレンズを入れると、左右であまりにもアンバランスになるため、このレンズも見送りました。具体的に生活の中でどのように見えているかをお伝えします。家の中では近肩合わせか中間合わせで過ごすと思います。近方合わせの場合でも2、3メートル離れた壁や段差も
認識はできています。体感では視力 0.4 程度で、移動するだけであれば、廊下はもちろん階段でも特に不自由は感じません。ただ、テレビは1メートルも離れると結構ぼやけます。番組の雰囲気程度はわかりますが、あまり面白くはないかもしれません。手元の小さい字を読んだりするのは得意です。食事中を例に挙げると、少し離れたテレビはぼんやりとしか見えず、手元のご飯がよく見えます。中間合わせの場合、白内障発症前の見え方に近いかもしれません。1メートル程度は一番得意ですし、2メートル以上離れても 0.7 程度が見えており、特に不自由はありません。調子が良い日は、テレビの細かい字幕さえ見えることもあり、普段の生活には十分かな、と感じます。ただ、手元は、50センチあたりでも結構ぼやけます。お茶碗を手に取ったり、お箸でおかずを掴んだりはできますが、せっかくのお料理がぼやけて見えます。遠方合わせでも、中間合わせと同じような見え方ですが、手元がもう少しぼやけるように感じます。近方、中間、遠方、いずれにおいても、室内では眼内レンズの弱点があります。それは、手元10センチのような超近方は見えないということです。ものすごく小さい文字を何とかして読もうとするときや、針の穴に糸を通すような作業をするときなど、視力云々ではなく小さすぎて見えないとき、白内障発症前は顔を近づけていたかもしれません。しかし、眼内レンズを入れた後は、焦点より手前は、むしろどんどん見えにくくなっていくだけです。単焦点レンズの場合、レンズの焦点を設定する際、わざと10センチ程度にすることもできるのかもしれません。しかし、その場合、遠方がさらに見えにくくなると思います。このようなより近い近方も対策がないわけではありません。ルーペを使えば顔を近づけずに物が大きく見えます。葉月ルーペのような耳掛けタイプのものを使えば拡大しつつ両手も使えます。ただ、ルーペにも一つ難点があります。目に入ったまつげを取ろうとするとき、手持ちタイプのルーペでは作業しづらく、耳掛けタイプのルーペでは、ルーペが邪魔でまつげを取り除けません。外を歩くときは、遠方合わせか中間合わせで過ごすことになると思います。どの程度のぼやけ具合から危ないと感じるか、また焦点距離にもよりますが、私は近方合わせでも大丈夫です。遠方合わせの場合、2、3メートル先、またそれより向こうの遠方は、当然よく見えます。また自分の足元あたりでも、目から 1.5 メートルくらいは離れています。一応、視力 0.7 か8くらいでしょうか。特に違和感なく見えます。中間合わせはその逆で、2、3メートル先は 0.7 程度。足元あたりはもう少しよく見えます。結局、
遠方合わせでも、中間合わせでも、普通に歩く分には、特に違和感なく見えます。遠くの木に止まっている小さな虫を識別する必要がある。とか、遥か遠くで歩き回っている羊の頭数を正確に数える必要がある。といった事情があれば、より慎重に焦点を決めた方がいいかもしれませんが、段差や信号がわかる、他人にぶつからない景色を楽しむ、という程度であれば、遠方合わせでも中間合わせでも十二分かと思います。ただ、どちらにおいても、手元の小さい文字は読めません。小さい文字は、信号などを見るのと違って、はっきり、くっきり見えないと、スラスラ読めません。遠方合わせはもちろん、中間合わせでも、小銭やカードを出す程度はできますが、レシートに書かれているような、小さい文字を読むのは厳しいです。近方合わせの場合、この手元の小さい文字はむしろ得意です。ただ、肝心の景色はぼやけます。遠くがどの程度ぼやけるかは、近方合わせの焦点を具体的にどのあたりにしたかによります。図を見ている時にお伝えしましたが、私の場合、35から55センチが一番よく見えます。この場合、2、3メートル先はだいたい視力 0.4 程度に感じます。道や信号は一応見えますし、1メートル先あたりであれば、おおむねよく見えるため、とりあえず歩く分には問題ありません。ただ、術後、まだ新しい見え方に慣れていない頃、特によく知らない道を歩いているときは、車が来ているのを見落としたらどうしよう、という恐れはありました。個人差があると思いますが、だんだんと慣れました。買い物の時は、中間合わせか近方合わせですが、どちらかというと、近方合わせかと思います。というのも、散歩の時と異なり、買い物の時は、小さい文字を読むことが多いためです。中間合わせの方が、店内の様子は鮮明に見えるのですが、商品を手に取って成分表示を見るときなどに、ぼやけて見えにくいです。小さい文字をスラスラ読もうとするときは、ぼんやりと見える程度では足りません。近方合わせの場合、焦点を何センチにしたかにもよりますが、手元の小さい文字は読めます。手に取らないで、売り場に置いたまま見る場合、やや見えにくくなります。ただ、値札は大きめに書いてくれているスーパーが多いため、読むのに苦労することはあまりないです。値札よりもう少し小さい賞味期限などは、一応見えますが、文字のサイズ次第では、少し顔を近づけてみることになります。店内を歩くときは、散歩の時と同じで、棚や他人とぶつからない程度には見えています。白内障発症前は、棚の一番隅からでも、ある程度遠くの方まで、具体的な商品名まで把握できたかもしれません。単焦点レンズの場合、これができません。近方合わせの場合、目の前の棚に何が置いてあるかはわかりますが、1メートルも離れると小さい文字は
ぼやけてきます。例えば、あそこはクッキー売り場だろうというざっくりした情報であれば、少し離れていてもわかりますが、そのクッキーは森永なのか、不二家なのか、トッピングはといった具体的なことは、その商品の前まで移動しないとよくわかりません。商品棚に限った話ではありませんが、単焦点レンズの場合、複数の距離を同時にはっきり見るのは難しいです。ここははっきり見たいから、他は多少ぼやけても良いという選択を行います。異なる距離を両方しっかり見ようとすると、メガネをかける、外すというワンアクションが必要になります。実際に過ごしてみると、ぼやけていても問題ないものが結構多いこと。また、ぼやけると言っても、ぼちぼち見えることに気づいたのですが、どうしても複数の距離を同時にはっきり見る場合は、多焦点レンズを検討することになります。ただ、多焦点レンズの場合は、コントラストの低下が許容範囲内か等をよく検討することになると思います。私の今の仕事はデスクワークです。職場ではずっと近方合わせです。顔からパソコンモニターまでが約50センチ。顔から机の上までも約50センチと、一番見たい位置が同じ距離なのも好都合です。職業柄、コントラストを落とせなかったため、単焦点レンズを選びました。実際、コントラストの低下は一切感じません。むしろ、最も焦点が合う位置では、白内障発症前よりよく見える気さえします。単焦点レンズは、一番よく見える距離以外は徐々にぼやけていくのですが、職場に関しては、それがメリットになっているところもあります。自分のモニターの奥に見える向かいの席に座っている人や、近くを歩いていく人などが、ぼやけてくれることです。術前は、正面に他人の顔がちらちら見えると、少し気になる時があったのですが、少しぼやけてくれるおかげで、精神的な負担が減った気がします。職場に限らず、買い物や散歩中なども、他人の顔がぼやけた方が気が楽な時があります。いずれにしても、術前、レンズの焦点を決める際、仕事中の見え方を優先して考えたのですが、おおむね予定通りという感じです。運転の際は遠方合わせにします。中間合わせでも見えているのですが、視力が法定の基準を超えているか微妙なため、遠方合わせ用のメガネを買うことになると思います。運転中、窓から見える景色は、白内障発症前に見えていた景色と、遜色ないように感じます。前の車のナンバーも、信号も、標識も、遠くに見える山の木々も、はっきり見えます。そして、メーター周りですが、これも、手術前に想像していたよりは、見えています。メーター周りは、中間から近方に当たるため、ぼやけるのですが、速度はもちろん、ガソリンの残量や、空調や
カーオーディオのコントローラーなど、実用に問題ない程度には見えています。これは考えてみると当然かなという気もします。メーカーが車を設計する際、白内障手術後のような見え方に癖のある人でも十分に見えるかテストしているはずだからです。多機能やデザイン優先で細かいボタンやメーターが多い車は見えにくいことがあるかもしれません。また暗い場所では明るい場所よりややぼやける感じがします。周りが暗いとそれだけで見えにくいのですが、それとは別にメーター周りがぼやけて見えます。それでも運転にはそれほど影響はありません。遠方用のメガネをかけたままでもガソリンスタンドのタッチパネルの操作や支払いはできます。ただ、夜間や日陰など周りがやや暗い状況では効果がギリギリ識別できる程度になります。もちろんメガネを外して近方合わせにすればレシートの文字までしっかり見えます。バイクでヘルメットをかぶっているときはメガネの付け外しが少し煩わしかったりするのですが、普通車の場合は一旦近方合わせにすることが多いです。問題はこちら、カーナビです。スピードメーターやオーディオのボタンなどは文字も大きめですし、細部まではっきり見えなくてもおおむね問題ないのですが、カーナビはインターチェンジや交差点の名称など細かい文字を瞬時に読み取る必要があります。ぼやけていても地図全体の雰囲気はわかるのですが、やはりそれだけだと全く知らない道では頼りないです。また運転中に細かい文字を読もうとしてカーナビに集中すると危険です。よく知らない道ではコンビニなどでちょくちょく止まりながら走るか、運転前に道順をある程度予習しておいて、運転中は音声とぼんやり見える地図で補う形になるかと思います。このため、職業で運転する場合、特にルート配送等ではなく目的地がよく変わる場合は厳しいのかなと感じます。遠くも近くも同時にはっきり見る必要がある場合は多焦点レンズを検討するのですが、多焦点レンズですと全体的なぼやけや夜間にハロー、グレアが出る製品が多いです。眼内レンズの悩ましいことの一つだと思います。私は単焦点ですがやや特殊なレンズを入れています。そのせいか夜中にハローのようなものが見えることがあります。手術していただいた病院に確認しても、もう少し様子を見てみてください。とのことで、これは私が例外なのだと思います。一応説明すると、周りが真っ暗、強く小さい光、特定の角度が重なった瞬間だと思うのですが、街灯や対向車のヘッドライトの周りにビカビカした輪が見えます。白内障発症前でも
目が霞んでいる時に強い光の周りに輪が見えたかもしれません。あれに近いです。ただ、光の輪が出る条件がごく限られているようで、視界に入る照明全体の 1% 未満。また、出たとしても2、3秒で消えます。最初は驚きましたが、夜間の運転には特に差し支えず、数ヶ月様子を見るうちに出現する頻度が減っていった気もします。多焦点レンズでなくても夜間のこのような異常が見られるかもしれない。シーン別の見え方をいくつか挙げてみました。個人的には普段の生活は単焦点眼内レンズでもそれほど困っていません。ただ、白内障発症前のようにすべてがはっきり見えるわけではありませんので、取捨選択は必要になると思います。レンズ選びの際は、だいたい見える程度の距離があっても大丈夫か、手元の細かい文字はスラスラ読めるか、乗り物のメーター周りは多少ぼやけてもいいか、仕事や趣味でどうしても見えないといけないものは見えるか、あたりがポイントになると思います。単焦点から多焦点に入れ替える方、逆に多焦点から単焦点に入れ替える方もいらっしゃるようですので、病院で先生と相談する前に自分の生活をよく洗い出しておいた方が後悔が少ないのではないかと思います。遠くはぼんやりなのに近くはよく見えるというのは手術前何十年も経験したことのない感覚でしたので、しばらく戸惑いました。新しい見え方への慣れは必要になると思います。今回は単焦点眼内レンズでの見え方についてお伝えしました。私が実際に見ている景色をお伝えしましたが、見え方には白内障以外の眼疾患や本人の性格の影響するため、万人に共通するかは分かりません。ただ、手術前は誰でも大きな不安が伴うと思います。この動画が参考にでもなれば幸いです。今後、白内障関連の動画としては、メガネ作りに関する動画、手術前、レンズ選びの際、遠近療養メガネを作れば、眼内レンズが単焦点でも大丈夫ではと思っていたのですが、実際はそうでもありません。メガネの療養レンズは、見え方の癖が強かったり、作れない、作っても見えにくい組み合わせがあったりします。後発白内障の動画、術後数ヶ月から数年以内に眼内レンズが入っている袋の外側が濁ってくるそうです。これはレーザーで飛ばせるため、水晶体の交換と比べると大掛かりな治療ではないそうです。眼内レンズの落下などあたりをいつか動画にまとめるかもしれません。手術が終わったからといって気を抜かず、目を大事にしていきたいところです。それではご視聴ありがとうございました。